こんにちは、金市リペアです。今回はソニー SRP-F700 の劣化した液晶パネルを規格外の汎用品を改造し交換してみたのでご紹介します。なおこのビデオは作業中の写真にナレーションを加えてビデオ化したものなので作業動画は含まれませんのでご了承願います。まず SRP-F700 についてですが、1997年に発売された 96kHz サンプリングのデジタルオーディオプロセッサーです。ミキサーとアンプの間に入れてサウンド信号に各種補正や帯域分割などを施し、接続先のアンプへ出力する機材でクロスオーバーとして使うことができます。オーナー様のご要望は液晶画面修理のご相談でしたが、ソニーの修理対応はすでに終了しているので、液晶そのものを何とか修復するか、非純正の液晶パネルで合致するものを探し交換を試みるしかなさそうです。ちなみに F700 の液晶画面にはタッチ機能はありません。設定情報を表示するだけです。電源を入れるとこのような状況で画面のドット掛けが広範囲に広がっています。画面の上段と下段は表示が見えず、何を操作できるのかも分からず、なかなか悲惨な状態です。では外装を外して液晶モジュールを取り外し調べてみます。ネット上にサービスマニュアルがあったので回路図や部品名も分かりますが、液晶パネルの詳細については記載はありません。液晶モジュールの型番は S9571B とシルク印刷があり、ネットで当時のシャープ製かもしれない程度の情報は拾えました。型番でネット検索すると中国通販サイトや eBay でも数点見かけましたが、動作状態が分かる中古品はなく、正式なスペック情報も見当たりませんでした。中国の電子部品通販で参照した販売店では、新品の業者間取引と同等な対応ができそうな記載がありましたが、こんな古いモデルの新品が大量にあるとは思えません。しかも調べた時期は2022年の末頃ですが、1個あたり約3万円からなど予算面でも厳しいです。かといって中古品を求めても現状動作確認ができない出品では同じ劣化状態の可能性があるので購入する気にはなれませんでした。それならば現状のパネルで画素の欠落を修理できるでしょうか。市場在庫を諦めて液晶修理の可能性を探ると、構造上用いられている導電ゴムの接触不良やガラス基板のフィルム配線剥がれについての修復情報が見られます。この S9571B の画素欠けの原因を見ると、画面の横方向カラムラインを駆動するフィルム配線が断線して画素が反応せず、側面のフィルム接着部分を押すと表示が回復する箇所がわずかですがありました。この接着部分を再加熱する修復法ですが、この S9571B のフィルムが巷の DIY 修理と同じく熱圧着で修復できるかは試さないと分かりません。加熱温度や圧力は手探りで、仮に復活したとしてその後の業務使用での運搬振動などに耐えるかなど、予備品がないまま実験するにはリスクが多く踏み切れませんでした。これらから現実的に考えて電気的使用が近い汎用液晶モジュールを探し新品交換を試すことにしました。ということで S9571B の使用を調べます。劣化した液晶モジュールに搭載されている IC チップを調べると、エプソン製の SED1181F が4個と 1191F が2個、ロジック IC の4030と4017、オペアンプの3403があり、 SY マークのトランジスタと思われるチップもあります。エプソンの SED1181F と 1191F は液晶の縦横に並ぶ画素を駆動するドライバー IC です。64セグメント対応の 1181F が4個なので横が256接続になり、64コモン対応の 1191F が2個なので縦が128接続になります。ということでこの液晶パネルは横256ドット縦128ドットで外部から送られる画面データを受け取り、
液晶の画素を駆動する LCD ドライバーだけを搭載したものでした。そして画面データを作る LCD コントローラーは F700 本体の CPU 基板上に LC7980 があり、そこからシリアルでデータを受け取っていました。さらに液晶モジュールの基板に搭載されているロジックの4030と4017はコントローラーからのデータに対する分集回路が構成されており、オペアンプの3403と SY マークのチップは液晶画素の駆動電圧を制御する電源回路が構成されていました。この仕様をもとに似た汎用品を探せば F700 本体側は無改造で液晶モジュールの入れ替えだけで動かせるのではないかと考え、外形と電気的仕様が合致するパネルを探しました。なお部品の選定購入は2023年初めに行っています。選定品の有無や価格などはすべて当時の情報です。具体的な選定条件は液晶パネルのサイズが5インチ前後で MAX5.2 インチ、画素数は 256×128 ドットで単色液晶、モジュールの厚さは1センチ程度まで、パネル内の回路は液晶ドライバー IC のみを搭載か、またはコントローラー IC とドライバー IC がそれぞれ別個の IC チップで搭載されていて、スペックシートが公開されているものです。この仕様から現在小売市場で多く見られる統合チップで構成されたローコスト液晶モジュールは F700 本体側の LCD コントローラーとのデータ通信の互換性が不明なので除外します。当時の機能別の部品構成で作られている旧世代液晶の置き換え用途などで売られている液晶モジュールが第一候補になります。しかしこの条件に合致しそうなモジュールの在庫品が見つかりませんでした。解像度が256ではなく 240×128 ドット品なら安価なものが見つかりました。しかし240では16ドット分足りないので、これをもしつないだらどうなるでしょうか。液晶ドライバー IC が本来のセグメント数を超えるデータを受け取ったらどうなるかですが、超えた分は無視するだけじゃないかなと予想しました。16ドット分の幅は2から3文字分で、切り捨てられるとすれば F700 画面の右端でしょう。そこに表示されるのは設定用の数値ではなく操作名が主なので、文字切れしても操作はできるだろうと予想しました。とにかく現状は画面の大半が読めないので、それに比べれば実用性は改善できると踏んで、240×128 ドットの液晶モジュールで試作することにしました。そして選定したパネルはこちらで台湾日立製です。スペックシートを見ると2002年頃にリリースされた液晶モジュールでした。このモジュールは LCD コントローラーとドライバーがそれぞれ搭載されていて、コントローラーは LC7981 で、他にデータ格納用のメモリー IC と液晶電源の生成回路、ドライバー IC はコモンとセグメント両方の駆動に対応した NT7086 というチップが搭載されています。コントローラーの LC7981 ですが、F700 本体側の LC7980 と同じシリーズ品です。この2つはドライバー IC とデータ通信仕様も同じと思われるので、それならば基板上の LC7981 を撤去し、劣化した液晶モジュールと同じ分集回路を挟むことで、F700 本体側のコントローラー信号でも動きそうな予感です。外形寸法では F700 本体の画面スペースに組み込むため、モジュールの周辺部分は一部切り落とし加工が前提になります。特にバックライト部分については加工後に LED テープなどで製作するとして、まずは安価な CCFL 版を注文しました。液晶モジュールが到着しました。早速原品の回路を調査します。基板左端には電源や信号の接続用パターンが用意されていて、コネクターなどはありません。液晶の色はオリジナルに近いと思われる青色を選びました。画面サイズはほぼ想定通りです。画面下部のバックライト CCFL 部分は F700 本体の操作系に干渉するので、搭載するには1センチくらいの切り詰めが必要なのも想定通りでした。
切り詰めた後のバックライト構造や取り付け方法は液晶が動作してから考えることにして、早速いらない部品の取り外しを始めます。基板上から不要となる液晶コントローラー LC7981 とメモリー IC を撤去します。そしてドライバー IC の NT7086 の各ピンの配線状況を探ると、表示データを受け取るシリアル入力端子は基板端のデータ信号接続用パターンにもつながっていました。F700 本体からの信号を受け取る分集回路や液晶駆動用電圧を別途小さな万能基板上に作り、新しい液晶基板の上に重ねて設置し、そこで生成した画面データや電源を液晶基板へ接続する形にします。これが万能基板に作った表示信号の分集回路と液晶の駆動用マイナス電源回路です。F700 本体側の信号コネクタを差し込むピンを万能基板上に設置し、分集回路と電源を構成しています。回路は多少のデバッグを経てバッファーを追加したので IC チップの数が増えています。そしてうっすらと画面が現れたので、液晶側のコントラスト調整トリマーを回すと鮮やかな画面になり、これなら十分使える印象です。なおコントラスト調整についてですが、F700 本体にはコントラストの調整信号出力がありますが、新しい液晶パネルはコントラストが高く視野角も広く十分見やすいので、基板上のトリマーによる半固定のままでいいだろうと判断し、調整信号はつながないことにしました。よってコントラスト調整を呼び出してもこの新しい液晶パネルは反応しません。なかなか綺麗な表示が得られたので良かったと思ったのですが、よく見たら想定以上に右端で文字が見えません。当初書ける文字数は1から2文字と予想しましたが、4文字ほど見えない気がします。おかしいなと思い調べると、左端の文字の始まりが遅れていました。これは想定していませんでした。左端の文字が始まる位置が7ドット分遅れています。なので右端のドット不足に加えて7ドット分の表示が右にずれて、実質の表示領域が240ではなく233に減った状態で、オリジナルより23ドット減っています。左端の文字ずれが7ドットですが、枠線は遅れず表示されているので、ドライバー IC から見た各入力信号間のタイミングや規格が違うために余る16セグメント分のデータの一部が折り返すなど影響しているのかもしれません。分集回路を変更してタイミングを変えたらどうなるかなど、解析を進めれば対応策が得られるかもしれませんが、まずは画面が映ったので組み込みまで完成させるべく先に進めます。続いてパネルを取り付けるには設置場所に収まるようギリギリまで基板の高さを切り詰めなければなりません。バックライトの LED 化で必要な寸法を残し、基板の養生を行いダイヤモンドカッターで同行パネルごとバッサリカットしました。切り口は細かい目のサンドペーパーで平面に仕上げて、基板の配線パターンや相関ショートなどが起きないよう念入りに整えました。 CCFL が不要となれば F700 本体側にあるインバーター回路が不要になり、それ専用に電源から出力されている 12V が1系統余ります。 LED バックライトにはその電源を使えるということで、自動車の車内装飾用に販売されているスリムタイプの 12V 白色 LED テープを選定しました。バックライトの構造は 10mm のアルミアングル材の中に LED テープを貼り付け、液晶モジュール下部の導光板の断面に光が入るよう基板を差し込み固定しました。基板の裏側とアングル材の間の隙間は遮光スポンジテープで光の漏れを塞ぎ、LED テープの電源には制限抵抗を入れて適度な明るさに抑え、コネクタをつけて F700 本体側の 12V 電源に接続しました。液晶モジュールの取り付けですが、オリジナルの液晶モジュールと画面の位置が合うようにアルミ板で固定用のステーを作りました。液晶モジュール側の基板パターン保護の都合で実質3点での固定になりましたが、完成はこのような形です。背面側に追加した変換基板のスペースや F700 本体の操作ボリュームとの位置関係もクリアし設置できました。外装パネルをすべて戻し電源を入れると、
一見すると純正のように表示位置が決まりました。ただし文字は欠けていますが、さらに改善するには表示開始位置を左へ7ドット移動ですが、きれいに見えるようになったということで、オーナー様のご判断はこれで十分で作業は終了となりました。以上です。液晶の修理検討から最終的には汎用液晶の改造試作となり、課題が残りつつも機材は使えるようにできたという内容でした。最後までご覧いただきありがとうございました。